どうもどうも、花宮ネクです。今回もエンチャントファームをやっていくぞ。前回おまけボス編の始まりだってことで王と妖精を倒したところでしたね。この辺のおまけボスはまだまだ弱いようで、このまま皆殺しにしていこうぜ。ほんじゃ次は右上のお姉さんや行くぞ。ヒール3先生とのバトル、ウィンドクリエイターを動画外でちょろっとやったので、なんとなくどんなキャラクターかは知ってるやつ。ヒール3先生、こんなダサい格好してたっけ？私のイメージだともっとこう白衣みたいなと思って軽く調べたんすけど、モチーフはもともと荒くねなんですね。まあいいや、状態異常はほぼ効かなくて、フィールド効果で HP8 分の1のキャラは即死か。この即死は相手にも適用されるやつだよな、多分。で、地面&毒タイプか。マテリちゃんはウォーターさんがよく聞く。ライチちゃんはスターライトさんがよく聞く。自分の名前の魔法でゴリゴリ削ったってくれや。出動準備でパワーアップ、糸を吐くでこちらの素早さダウン。なんかいろいろと不穏だな。後で凍てつく波動でバフを消しとこ。とりあえずその物騒な攻撃力アップ台を消す。うわ、超キッチンシンクで殴られた。こっちの技の強化版をボスが使ってくるのはよくあるが、キッチンシンクがその枠なのか。ででで、全体攻撃2連続はきつい。敵の攻撃力アップ台消しといてよかったな、ほんと。こりゃあかなわん。粉塵で回復しないと。あ、前回のバトルで粉塵使い切って補給してなかった。しかも妖精さんに蒸発されたエストビン的なやつも例のまま。やべえよやべえよ、どうする。ちょっと何さらっと全回復してんの。ヒール3先生だからってヒール3を使っていいわけじゃないぞ。5ターン後にまたヒール3で全回復された。こりゃダメだ、一旦撤退。火力が足りない。火力が足りないか。あ、ひらめいた。あいつの力ならなんとかなるかもしれん。ちょっと前準備が必要だけど、そもそもクリア前のデータ残ってるかな。まずリセットして、ロード画面で。脱ぐ、死の支配者さんを倒す前のデータしか残ってないか。まあ、よかろう。あいつを倒し直すのぐらいやってやるわ。いたいた、ブラッドウォーターちゃん。シンメトリカルドッキングだ。よし、これで火力はめちゃくちゃ増えたぞ。あとはパッシブスキルとかも物理型になるように入れ替えてから。オラオラオラー、死の支配者がなんぼのもんじゃい。殺害完了。はい、ブラッド状態だと名門を破壊するの選択肢を選べません。バッドエンディングに行くぞ。新しい勇者よ、死ねー。バッドエンディングでもらえるアイテム強いな。魔法の最低倍率が 100% になる。属性変化する相手に使うと便利そうだ。妖精さん、改めて死ねー。へっへっへ、ヒール3先生、2時間ぶりだな。ブラッドウォーターちゃんの超火力で殺しに来たぞ。とはいえどうも削りすぎちゃうとヒール3で全回復しやがるんでな。ほどほどに削っていきましょう。ブラッドウォーターちゃんの雑な突きで800ダメージ出てたけどね。恐ろしい子だよ。全体攻撃を2連続で使ってきたな。 HP を削りすぎていたらここでヒール3を使われてしまうが、どうだ。よし、脳みそいじりだ。脳みそいじられるのを喜んでるみたいで嫌だな。大地ちゃんが脳みそいじられて無料されたが、これで全回復は当分使ってこなくなった。今のうちに殺しきれ。
ラッドウォーターちゃんが長いからチワテリちゃんでいいか魅了されてるライチちゃんに腹パンされたんですけど、チワテリちゃんめちゃくちゃ脆いから細心の注意を払って扱わねば。お、また嫉妬準備だ。行動パターンがループしたな。残り敵 HP は 37%。 全回復するまで残り2ターン。間に合うか微妙だな。リベンジャードーン。残り敵 HP3%。 誰でもいいから殺してくれ。うわ、死のお薬。ここに来て新技か。パパーン。パーティー反対。おお、なんか勝った。絶対勝てる流れじゃなかったけどな。勝利。ギリギリ限界バトルだった。王と妖精がクソ雑魚だったから油断してたわ。おまけキャラとしてヒール3先生が使えるようになりました。やったぜ。おお、グラフィックが可愛い。高水準な種族値を持ってるな。で、せっかくだし使おうかなとも考えたんですが、レベル25での加入なので実戦レベルに鍛えるには80万ソウルぐらい必要。一応持ってはいるけど、おまけボスの対策にとっておきたいんでな。ヒール3先生には悪いがベンチにいてくれ。ほんじゃ次は12時の方向のおまけボス闇勇者と戦っていくぞ。多人数戦っぽい感じだな。なんか BGM がすげえ良さそうな感じ。しかし今回は急いでるんでな。 BGM 傾聴タイムはなしだ。戦うのはダーク系キャラ4人。ダークっていうのは軽く調べたけど、RPG キャラの性格が反対になったり暗部が強調されたりした派生キャラで、特に元のキャラと因縁が深いわけではない別キャラらしい。まあ孫悟空とターレスみたいなもんなのかな。ダーク系らしく全員悪属性持ちで、首狩り、ネクローシスとかの物騒な技を使ってくるか。ふむふむ。全員悪属性ってだけでエスパー使いのライチちゃんが悲しみを背負ってしまう。まあ最低倍率 75% になるやつをつけてきてるから0ダメージにはならないだけマシだが、お互いの回避盾が避けまくるせいです。平和な1ターン目だったな。お、500ダメージ出たし 20% 削れた。多人数戦にしては硬い方だが、まあ頑張れば削りきれそうだな。チワテリちゃんを集中攻撃するのはやめろ。か弱い豪気なんだよ。そう、死亡はライチちゃんが肩代わりしてくれたがバフが解けちゃったな。見た感じ敵さんは前衛ががっつりタンク、中衛がアタッカー2人、後衛がサポートか。バランスのいいパーティーじゃないの。全体100回復する技とか私も欲しいよ。このゲーム全体回復はアイテムでしかほぼできないからな。まあ主な回復手段をアイテムに限定したことでヒーラーを編成するのが必須ではないのはありがたいけどね。編成の自由度がすごい。あ、敵タンクを倒したところで何か起こるまで早送りになります。3人撃破。あと残ってるのはダークデイジーさんだけだぞ。ダークレイズ、お前も蘇生持ちかよ。そしてなんとこのダークレイズ連発してきます。後から調べたところによると3人になるまで蘇生連打するらしい。そして戦闘はさらに長引くのであった。そうそう敵の攻撃で死ぬことはないんだけど、敵は全体回復とか全体丈夫さアップとかし続けるのでとにかく時間がかかる。さっさと後衛のダークデイジーさんを倒すぞ。ダ
ダークデイジーさん撃破。これで蘇生も回復もなくなる。あとはアタッカー2人をコツコツ削り続けて、よいしょ。勝利。こっちにはアタッカー3人もいるのにこんなに長期戦になることある。タフな相手だった。タフという言葉は闇勇者のためにあるが、撃破ボーナスで通常戦闘 BGM が追加されましたが、現状はおまけボスとしか戦えないので聞けませんね。はい、といったところで今回はこの辺でお疲れした。よければフォローやチャンネル登録よろしく。